ご視聴ありがとうございます。今回の旅は東京ディズニーリゾートへ母との2人旅です。福岡空港に到着しました。7時発の便に乗ります。チケットは楽天トラベルでホテルとのパックで購入しましたが、直前アップグレードでプレミアムクラスに変更したので専用レーンを利用します。ANA ラウンジに入りました。福岡空港の ANA ラウンジは初めて入るけど、早朝だからか割と空いていました。搭乗すると出発前の飲み物を勧められましたが、すぐに動き出すだろうしドリンクは遠慮しました。今回登場したボーイング777ダッシュ300は座席モニターのないタイプで、普通席だと電源もなかったので、それもあってアップグレードしました。気流が悪かったのもあり、出発から30分くらいで食事が配られました。羽田空港に到着しました。8時40分のバスに乗ります。8時半に飛行機が到着予定だったので、9時発のバスを予約していたのですが、到着予定が10分くらい早くなりそうだったので、到着直前に機内でバスの時間を変更しました。ただ、置き止めではありませんでしたが、着陸した後のスポットまでの距離がちょっと長かったので、プレミアムクラスで最前列だったのですぐに降機できて、預け荷物もなくすぐにバス停に向かいましたが、バス停に着いたのが出発の5分前でギリギリの到着でした。渋滞などもなく、約30分でディズニーランドに到着しました。コインロッカーに荷物を預けて、手荷物検査まではスムーズでしたが、入園ゲートで多分アプリのチケット表示に時間かかったのかなっていうことがいくつかあって、列が進みづらく感じました。入園してすぐクラブマウスビートのエントリー抽選をしましたが外れたので、15時10分の DPA を購入しました。回るルートとかは決めてなかったですが、とりあえずビッグサンダーマウンテンに向かってみます。ちなみに今回はバケーションパッケージの初めてのバケーションパッケージ 2days を利用しました。ビッグサンダーマウンテン待ち時間並ばれる方、入り口こちらです。ビッグサンダーマウンテン30分待ちに並びます。ビッグサンダーマウンテンの入り口にあるスチームトラクターは19世紀後半に実際に使用されていたものだということを聞いたことがあるのですが、世界に数台しか残っていないものの中の1台らしく、質感などが歴史を感じます。いつもプライオリティパスで乗っていたからスタンバイ並ぶの実は初めてです。改めて見ると質感などが興味深いです。そういえば待っている間にモバイルオーダーの状況を見たら、10時の時点ではまだ各時間かなり余裕があって、急いで取らなくても大丈夫そうでした。これモバイルオーダーもですけど、プライオリティパスとか DPA とかパーク外からでも販売状況が見れればいいのにって思います。そうしたらどれくらいで売り切れるかとかの目安にもなるし、予定が立てやすくなると思うんですけど、ここで最初の DPA 購入から1時間経ったので、
エレクトリカルパレードの DPA を購入しました。ビッグサンダーマウンテンから降りてきて、近くに乗り場のあったトムソーヤ島へのイカダに乗ります。トムソーヤ島、初めて行きましたが、童心に戻って楽しかったです。またイカダに乗って戻ってきて、5分待ちになっていたフィルハーマジックへ向かいます。ディズニーランドに来た時に待ち時間が少ない時は割とよく入るのですが、音楽と 3D が楽しいですね。ワールドバザールまで戻ってランチにします。1ヶ月前の予約開始と同時にプライオリティシーティングを取っておきました。スペシャルイベントメニューのステーキプレートを注文しました。こちらは母の注文したベイマックスプレート。ベイマックスの前と後ろでチキンカレーとビーフストロガノフがかけられています。ランチを終えて、バケーションパッケージについていたアトラクション利用券でプーさんのハニーハントに乗りに行きます。ありがとうございます。この先のキャストにもう一度お渡しください。ありがとうございます。人が座っとったね。プーさんの後は It's a Small World へ。今回はグルートのバージョン中だからか、少し長めの15分待ちでした。グルートも可愛かったけど、何年かぶりに乗った It's a Small World、可愛さがめちゃめちゃレベルアップしてました。その後は美女と野獣のエリアに移動してきました。バケーションパッケージのフリードリンク券を使ってちょっと休憩します。ミッキーのマジカルミュージックワールドを見にフォレストシアターに向かいます。このショーは JAL のフライオンステータス会員特典を利用して予約しました。JMB のクリスタル会員以上と4スター以上の JGC 会員が利用できるようなので、文面を見る限り JGC の3スターだと
JMB のステータスが切れていたら使えないということかなと思います。対象の方は JAL マイレージバンクのキャンペーンページ、お客様のキャンペーン一覧から確認できます。席は1階の通路の後ろ、ステージ向かって右側でした。歌やダンスだけでなく、舞台装置も素敵なミュージカルで見応えがありました。ただ、ラスト5分くらいのところでシステムトラブルで10分くらい停止して、この後の予定が押し気味なので、急いで次に行きます。バケーションパッケージのアトラクション利用券で美女と野獣に入ります。アトラクションに入って出てくるまで約30分。テキパキ次に向かいます。次はクラブマウスビートを見にショーベースに行くのですが、スティッチのところからショーベースに行くところが通れなくなっていたので、ぐるっと回らないといけないのが不便です。ショップを見るのもいいかなと思いましたが、夜だとフロントが混むかなと思ったので、一旦ホテルに行きます。というか、リゾートライン1回300円になってました。バケパイホテルでフリーの切符の配布がなくなってから乗るのが初めてだったので、値上げしたの知らなかったです。
今日はファンタジースプリングスホテルに宿泊します。旅行を計画したのが1ヶ月半くらい前だったのですが、バケーションパッケージでホテルを選んでいる最中に、たまたまキャンセル分が拾えました。敷地の入り口のところで宿泊者チェックがあります。正面にエレベーターがあって、横に階段がありますが、階段で登ってみます。エントランスの天井、お花の形がすごく綺麗です。中もお花のモチーフがあしらわれた可愛いロビーです。誕生月だったので、チェックインの時にバースデーカードとシールをいただきました。事前にオンラインチェックインの手続きをしていましたが、宿泊証明書やハッピーエントリーの通行証受け取りがあるので、フロントに立ち寄りが必要でした。紙じゃなくてアプリにデータが入るようになれば、フロントの混み具合とかも気にしなくてよくなるだろうし、ホテルスタッフの方の手間も減るのではと思ったのですが、専用ゲートの説明もあったし、バースデーカードの心遣いなど、対面で受け取る方が嬉しく感じたので、何でも効率化すればいいというわけではないのかもしれないですね。宿泊したお部屋はエントランスサイドのスーペリアアルコーブルームです。ラプンツェルイメージのお部屋、かわいいですね。3階なので、エントランスのロックアートの裏側あたりのお部屋です。荷物を置いてまたすぐに戻ってきました。プライオリティシーティングを取っていたイーストサイドカフェで夕食にします。スペシャルセットのパスタセットを注文しました。アンティパストミストは、ポークリエットのクレープ、チーズモンブラン、枝豆とパプリカムース、小柱とマッシュポテト。2色のソースはレースコースをイメージしているそうです。バケーションパッケージの小鑑賞券でリーチフォーザスターズを鑑賞します。席は E の8列で前が通路になっていたので見やすくてラッキーでした。座席が決まっているのもあってギリギリに行ったのですが、地面にある座席番号のマークが暗くて探しにくかったので、少し早めに行くことをお勧めします。ショーの後はミートミッキーへ。せっかくディズニーに来たからミッキーかミニーと写真撮りたいなと思っていたのですが、ショーの後ミッキーが20分待ちになっていたのでミッキーに会いに来ました。ちなみにミニーちゃんは40分待ちでした。チケット預かっちゃっていいですか？ありがとうございます。撮影ありで2名様です。どうぞ。
Look at all the beautiful lights. In my world of dreams, flowers and butterflies talk like humans. Of course, cats do also. Come on, up we go to Neverland. It's an incredible night. Yes, very, very romantic. Look, Jasmine, the city's glowing. Oh, Aladdin, it's so beautiful. How are you? Nice to see you. Wow, looking good. Oh, Flynn, it's so beautiful outside. It sure is. I mean, come on. Did I deliver or what?エレクトリカルパレードってあの音楽だけでテンション上がるし、何度見てもワクワクします。ホテルに戻ってきました。エントランスがイルミネーションがついていて、天井のお花もライトがついてすごく綺麗です。
イトの光が灯ったロビーも可愛さの中に豪華さがアップして幻想的な雰囲気になっていました。フロントの近くから出入りできるローズガーデンを散歩しに来ました。ローズガーデンには美女と野獣のロックアートがあり、時期的にまだ咲いていませんが、バラがたくさん植えられていたので、時期になったら綺麗だろうなって思います。ローズガーデンへの出入り口のあたりにあるテラスで花火が上がるのを待ちます。お部屋に戻る前にホテル内のコンビニに寄りました。ミラコスタやランドホテルのようにホテル内で行き来できるグッズのショップがないのは残念ですが、バスグッズなど大人向けのお土産に良さそうなディズニーデザインのグッズも置いてありました。食品類もカップ麺類だけではなくサンドイッチやお弁当系もいくつかありました。今回は母も一緒ということもあり、アトラクションをたくさん回るよりもショーやパレードを中心にプランを組みました。アトラクションに入ったのは6つ。そのうち2つはバケーションパッケージのアトラクション利用券を利用しました。ショー、パレードはフルで見たのは4つ。他に場所取りせずに通りすがりに見たスペシャルイベントのパレードがあり、スペシャルイベントのパレードはチラ見しましたが、前に見たことがあるハーモニーインカラーは時間的にも諦めました。行った日がクラブマウスビートもマジカルミュージックワールドも1回目公演が13時台だったこともあり、午後からがかなり詰め詰めのスケジュールになってしまいましたが、華やかなショーやパレードはキラキラして見えてとても楽しかったです。ミッキーのマジカルミュージックワールドがスポンサー枠というイレギュラーというか一般向けではない取得方法だったのですが、ショー2つのうちどちらかがエントリー抽選で当選できるか、ショーメインのバケパやグランドシャトーの特典などを利用すれば DPA 利用で同じくらいのショーパレードを回れるのかなって思います。私は2回目の DPA を購入した後、ショーの DPA の売れ行き等をちょっとチェックし忘れてしまったのですが、混雑日でなければもう一度 DPA を購入することもできるかもしれないですし、場所にこだわらなければパレードやお城のショーなどステージショー以外であれば課金せずに見ることもできるので、極力課金せずに行くこともできると思います。たまにしか行けない遠方組としては、私と同じように一日の内容を充実させたいと思う人もいらっしゃると思うので、何か参考になれば幸いです。次の動画では2日目のディズニーシーをお届けします。よろしければ次もまた見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。